皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、無免許運転を繰り返していても、なお東京都議会というその議員の職にとどまり続けようとしていた木下都議がようやく辞職する意思を示したので、この話題を取り上げようと思います。なお、この話題というのは東京に住んでいる人だけが関係しているわけではありません。今回の一件をもってして、じゃあ私のところではどうなっているのかな、そこまで考えを及ぼすのが私は非常に大事なことだと思います。まずは辞職を表明するにあたってどのようなニュースになっているか見ていきましょう。木下富美子都議、議員辞職を表明。無免許運転7回の罪で在宅起訴。7月の東京都議選の告示期間中などに無免許運転を7回したとして、道路交通法違反の罪で在宅起訴された木下富美子都議が議員辞職することを表明した。この日臨時の記者会見を開き、小池都知事と直接お話をさせていただき、支援者の方々にも改めて相談させていただいて、都議の職を辞することを決断したと述べた。木下氏をめぐっては、都議会で2度にわたって辞職勧告決議が可決され、辞任を求める声が強まっていた。木下氏は広告大手、博報堂を経て、2017年の都議選で地域政党都民ファーストの会から板橋選挙区に立候補してトップ当選した。今年7月4日の都議選でも再選を果たしたが、翌日の同5日、2日に無免許運転で当て逃げをしていた疑いが発覚し、都民ファーストから除名処分を受けた。都議会は7月と9月の2度にわたり、木下氏に対する辞職勧告決議を可決。だが、木下氏は勧告に応じず、体調不良を理由に議会を長期欠席していた。都議会の各会派は反発し、議会運営委員会で木下氏への公開質疑を18日に行う予定だったが、木下氏は応じずに欠席。24日に再び都議委員会を開いて、木下氏に出席を求めるなど、都議会が混乱していた。木下氏にはこれまで議員報酬と政務活動費の計528万円が支給されており、12月1日時点で在職していれば、冬の期末手当約205万円、辞職したとしても120万円を受け取ることができる。都民ファーストの特別顧問を務める小池百合子知事は21日、木下氏の対応を問われ、都民からの苦情が寄せられ、都政の停滞が懸念されている。本人がしっかりとこの状況を客観的に理解され、自らが出処進退を正していくということについて、木下氏自身が決することを私は確信していると述べて、議員辞職するよう求めていた。木下氏をめぐり、東京地検は19日、5月29日から7月2日にかけて計7回、板橋区や新宿区で乗用車を運転したとして、道交法違反の罪で在宅起訴していた。木下氏は22日の会見で、本当に申し訳なく思っている。辞職の判断に従って罪を償いたいと述べた。今回の話のポイントというのは、ようやく辞職表明をしてくれたんだ、よかったので、終わらせてはいけないということです。今回のニュースのポイントとして一番に挙げなければならないポイントというのは、議員になった人間がその職にしがみつこうとすれば、周りがどれだけいろいろ言ったとしても、本人が決めない限りはその職にしがみつけてしまうということを、彼女は証明したのです。これは非常に悪い話の証明だとも言えます。木下都議が無免許運転を繰り返していた、また当て逃げをしていたといった疑いが出てきても、それは投票が終わった後にみんなが知ったことであり、投票した人たちにしてみればまさに裏切られたことです。しかし、じゃあリコールをかけようと思っても、議員になってから1年間は実際のリコール活動を実施することはできません。ですから、その選挙区における投票者たちがこの人を辞めさせようと思っても手段がないのです。さらに、議会がこの人物は議員としてふさわしくないとして辞職勧告決議を行ったとしても、それはあくまでもお願いベースの話に過ぎません。つまり、お願いしましたよ、お断りしますよというこの会話さえあれば、何度だって辞職勧告決議を無効化することができるわけです。実際今回の件は本人がようやく辞職する意思を表明したから辞めてもらうことへと話が進んでいくわけですが、粘りに粘っていけばまだまだ彼女は辞めさせることができなかったのが事実です。例えば無免許運転を7回していましたよということも明らかになり在宅起訴されているわけですが、これがおそらく有罪判決を受けることでしょう。しかし、たとえ有罪判決を受けたとしても、それをもってして彼女が
議員の職を解かれることはなかっただろうと言われています。なぜならば、無免許運転をいくら繰り返していたとしても、彼女の場合初犯であり、執行猶予がつくだろうと言われています。執行猶予がついた有罪判決では議員の職は解かれないのです。あくまでも実刑判決でなければなりません。今回彼女が辞職を表明した背景としては、病気療養明けの小池都知事と話し合いを持つことによってようやく強く辞職を促されたからではないかといった話もあるわけですが、実際のところさすがにそれはどうなのかは分かりません。しかし何にしたとしてもようやく辞職を自ら決めてくれたということで、一見落着のように見えてしまうのはある意味まやかしだと言えます。もしも今後このようなことが起こったら、どのように対処して議員にふさわしくない人間を議員から一般人へと戻ってもらうのか、その方策をこれから決めていかなければならないと思います。そしてこの話というのは別に東京都議会のその限定的な話ではありません。これがたとえ国会議員であろうと、その他都道府県市区町村それぞれのレベルにおける議員どのレベルであったとしても、同じような事例というものが発生した時に粘りに粘ってお金さえもらっていけばいいやという人間が現れないとも限りません。一人現れたということは同じようなことをしてしまう人間というのも今後発生する確率は十分あるのです。また今回木下都議は自分がもらった歳費については NPO 団体へと寄付しましたよといった話などもしているわけですが、一体どこに寄付したのかそこまでは公開していません。ですから NPO 団体というのが実は彼女の親類の運営しているような団体かもしれません。そういった意味においては決してもらったお金を寄付したからそれでいいでしょうというこの対応というのも実は正しいものではないのです。日本ではこうした問題が起こった時、一旦収束してしまえばまあこれでよかったよかったねと話を終わらせてしまうことが多いわけですが、今後東京都議会だけではなく他の地方議会においても、もしもこんな人が自分たちの地方で現れたらどうしようか、そこを考えて条例を改正するなどの動きを起こしていってほしいものです。このような何かが起こった時に何かを改善する動きというのはその土地だけではなく全国へと広がることが私は日本にとって必要なことだと思います。そして今回の件をもって木下都議は議員の職を失うわけですが、彼女にはきっと別の適した職があると私は思っています。というのも今回の件をもってして様々な人、ものすごい数の人たちから批判的な声を浴びたことでしょう。それにも何ヶ月もずっと耐えてきたわけですから、これはかなり精神的な強さというものを持っていると言えます。ですから私が考える彼女の適職というのはそれこそ苦情受付係になることだと思います。東京にはそうしたコールセンターといったものもありますから、ぜひともそのような職へと再就職することを私はお勧めしたいと思います。皆さんは今回のニュースのことについてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していなかったらぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。